時の猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回は旅の Vlog の続きを紹介したいと思います。サブチャンネルの方で公開していますので、よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。今日は与論島5日目です。もう朝からずっとこんな感じの風が強いので、ビーチを回ったり飛行機を見に行きたいと思います。ホワイトロード、ちょっと今日風が強いから私の声かき消されちゃうかもしれないけど、今飛行機が飛び立つのを見ました。ここね、目の前が滑走路になってるから、飛行機が飛ぶ時間に合わせてくると目の前で見ることできるんですよね。で、このプロペラ機がなんかね、ジブリに出てくるような感じなのですごい可愛いですよ。ちょっとこれから海岸をね探しに行ってみようかなと思ってます。ちょっと寄り道しながらホテルの周辺なんですけど散策してみます。なんか与論島ってなんだろう、なんか秘境みたいな海岸がいっぱいあるんですよね。一周してみて思ったんだけど、Google マップに載ってないようなところでもちょっとした小道入っていくと、なんかあそこの道も行ってみようかな。こういうのって車だと見つけにくいけど、歩いてたり自転車だと見つけやすいから、時間がなかったらレンタカーでもいいけど、できればこう歩いて探す方がなんか楽しいような気がする。ガイドブックとか見ちゃうとみんなが行ってるようなとこばっかりになっちゃって、ちょっとありきたりになっちゃうから、自分で探すのがやっぱりね楽しいよね。それがね旅の醍醐味みたいな感じだから、いつもあんまりガイドブック見ないんですよね。行き当たりばったりで一期一会の旅を楽しんでます。さあ、これはどこに向かってるんだろう。道あるかな。今回は次の旅行の練習も兼ねてるので、自撮りもしながら行ってみたいと思います。行くかな。これなんだろう、波の音が聞こえてきたからきっと海岸に出ると思う。ほら、海岸に来た。やったーね。こういうところって Google マップ載ってないんだよね。だからやっぱり歩いてくる方がいいと思う。わー、すごい。ちょっと滑り落ちないようにしないと。よいしょ。ちょっとここ B さんだと危ないかもね、滑って。まあ私なんか冬だから靴で来ちゃったけど。よいしょ。うわ、すごい素敵か。でも足跡あるから知ってる人は来るんだろうな。ちょっとなんかね、冒険っぽいところが楽しいですよね、こういう島。でもさ、なんだろう、日本にこういうエメラルドグリーンの綺麗な海が見れるところがあるなんて本当に知らなかった。コロナがなかったらこれまでもこれからも知らなかったと思うな。結局海外行っても変わんないかなって海外旅行してきたんですけど、で国内は老後の楽しみみたいに思ってたんですよね。でもね、考えてみると老後の楽しみとかにしちゃうと、結局こうやってなんか危なっかしいところを歩くと足腰弱いと歩けないと思うし、体力があるうちじゃないと来れないかなって思うから、なんかコロナはやっぱり大変だったけど、そういうなんか気づきをもらえた時期だったような気がします。だからね、日本に目が向いたし、こういうね綺麗な海が日本にあるっていうことも知れたし、だから悪いことばっかりじゃなかったような気がする。あ、にゃんちゃんの足跡がある。猫ちゃんも来るんだけど、すごい素敵。よかった、来れて。今日ね、さっき雨降りそうだったから今日は出かけられないかなと思ってたんだけど、ちょっとだけ動画編集して
声残ってるのかな。これ編集の時どうなんだろう。癒される。そうだ、もう一つあった。ウミガメ。このカメラでは残せなかったけど、ずーっと会いたかったウミガメに会えました。昨日ね、偶然行ったら会えたんですよ。ここに行ったら見れるかもって言われてたおすすめの海岸があって、海岸っていうか漁港なんだけど、ウミガメは漁港に結構いるみたいで、いろんな漁港回ってきたんだけど、一番近いところの漁港が行ったら必ず会えて、私たちは遭遇率が 100% だったんですよね。すごいラッキーと思って。グラスボートとかに乗ればウミガメは見れるかもしれないけど、私はね、やっぱり自然の中にいるウミガメを偶然遭遇したかったので、本当に良かった。幸せ。冬の島旅も結構いいですよ。お天気に左右されるけど、本当に運かなと。今回はお天気に恵まれたのでラッキーだったけど、でも明日また戻って仕事になっちゃうから、ちょっと今日は一日ゆっくり過ごそうと思います。さっきのところからちょっと行ったところでまた素敵な場所見つけちゃいました。でもね、ちょっと怖い高いところになります。ワンピース翻っちゃったけど、ということで結局行ってきた。できたけどね、いい景色が。ここね、ホテルから歩いて5分ぐらいのところにあるんですよね。なのでこの日はもう最終日だったのでゆっくりしようかなと思って、そのままホテルに戻りました。でここはロビーの2階にあるんですけど、フリースペースになってるようで、ここでねワークスペースもあるからパソコンしたりとか、あとお子様を遊ばせるスペースがあったりとか、卓球台とかもあるので、お天気が悪くても退屈せずに済むんじゃないかなと思います。最終日は夕方からお天気崩れちゃったので、夕日を見ることもできなかったんですよね。なのでここで編集作業してました。ホテルの周辺を歩いてて気づいたんですけど、結構ね近道で行くことができるレストランがあったんですよね。もうねほぼ最終日に見つけたので、利用できたのは1回だけだったんですけど、ここはイタリアンレストランなんですけど、どれもねとっても美味しかったですよ。ここね歩いてこれます。あと営業時間なんですけど、結構ね Google ナビで載ってる時間より変わってたりとか、臨時休業とかもあるので、行く前に必ず電話して確認してから行かれることをおすすめします。あと普段の夕食はこういうレストランとかを利用しないで、サイクリングとかした後にスーパーとか寄ってお弁当を買ったりとか、あと空港にスーパーがあるのでそこまで行ったりとかしてました。結構真っ暗だったんですけど、星空がめちゃくちゃ綺麗だったので、夜の散歩もおすすめです。ヨロント6日目です。ついにね最終日になりました。チェックアウトの準備をしているところなんですけれども、これね楽天で販売されてるんですけど、インスタで見てすごい気になってたの使ってみたんですけど、一人旅の時は持って行ったんですけど、ちょっとかさばっちゃったんですよね。家族旅行の時とかはそのままクローゼットにかけられてすごい便利だなと思いました。チェックアウトの後は飛行機まで時間があったので、1時間だけキックボードを借りました。ヨロント6日目です。今日で最後になります。今日はね ZIP で紹介されてたウドノスビーチに来ています。最終日にしてものすごい悪天候で風も強いし、雨は降ってないんだけど、とにかくね波がめちゃくちゃ荒いですね。でももうね最後なんだけど、もう綺麗な海が見れてよかった。ここは茶花港から歩いてすぐのところと、あとね銀座通りって言われてるヨロン島唯一の飲食店街っていうのかな、そこから歩いても来れるし、今回はもうチェックアウト後なのでホテルから電動キックボードで来ました。すごいいい眺め。最後にこのビーチ残しといてよかった。
テルのビーチもすごい綺麗だけどね、やっぱちょっと離れてくるとまた違うビーチが楽しめるので、すごくいい感じ。そこはホテルなのかな。なんだろう、ここ茂み、ここにも茂みがある。こっちはちょっと怖いけど、こっちは行けそう。なんか洞窟みたい。何ここ、怖っ。行けるのかな、この先。おー、なんか怖いからで、波が来ちゃった。潮が引いたら多分ビーチになるのかな。でももう今日はこの後沖縄乗り継ぎで国際通りでご飯を食べて帰ろうと思ってます。今回は6泊6日の旅で、与論島は5泊しました。羽田で1泊したので、すごい楽しい旅行でした。また来れるといいな。ということで、今回も旅の Vlog を紹介させていただきました。メインチャンネルでは海外の旅の Vlog をメインに紹介してるんですけど、サブチャンネルの方では主に国内の旅行を紹介しています。よかったらこれからも旅の Vlog 楽しみにしていただけると嬉しいです。お帰りです。残念、贅沢な旅だった。沖縄では乗り継ぎに少し時間を取ったので、ユイレールに乗って前回行けなかったヤチムン通りに行ってきました。その後ランチで市場の方にも行きました。お土産にこのね、おチョコお買い物しましたね。食べれるんだよね。ハリセンボンか。どうやって注文すればいいんですか？はい。焼いたり煮たりするんでしたら食堂に商材貼ってじゃあウニは欲しいな。950円です。800円だったら安いよね。ウニが950円。今回はお刺身の他にハリセンボンの唐揚げもいただきました。ちょっとね、骨が多くていまいちだったんですけど、お刺身は新鮮で美味しかったですよ。ということで、今回の動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の旅いつになるかな。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。